はい、皆さんこんにちは。竹虎4代目です。またまた山ぶどうの修理について少しお話ししたいなというふうに思ってるんです。実は職人さんの都合で販売が中止になっていますマス型にこうなってるでしょ。これマスアジロっていうんですが、マスアジロ編みの山ぶどうの手提げカゴが2つ修理させていただきました。これね、どこを修理したかというとね、この持ち手部分ですね。正真正銘の国産の山ぶどうのカゴではあったんですが、持ち手の部分ちょっと細い華奢な感じの持ち手がついてました。それでも山ぶどうなんで非常に丈夫でですね、堅牢なものなので、なかなか壊れることないだろうなと思ったのが、販売させてもらったうちの2つ持ち手が傷んだということで戻ってきて、で今回ですね、しっかりと見てください。ガシッとガシッと堅牢な作りで両方とも補修をさせていただきました。これから10年20年30年とずっとご愛用いただけるんじゃないかなというふうに思ってるんですが、今回持ち手を手直しさせていただいて、お客様には非常に申し訳なかったんですが、自分たちにとってはね、本当に良かったなと思うのがこれです。この色艶です。このマッサージの出来上がってきて、皆様にご紹介させていただいたわけなんですが、職人さんからいただいた時、このブドウの肥後が本当に武骨な感じで、竹肌に対してこういったつる肌っていうんですかね、ゴツゴツした感じで、竹かごもそうだし、この山ぶどうなんか特にそうなんですが、そのお客様が愛情を持って大事に大事に使うことによって、どんどん良くなってくるんですね。見て驚きました。すごいですね。本当にね、ツヤツヤな感じになって、最初はですね、こう触った時にゴツゴツゴツっとして肥後の毛羽立ち気になるよっていうような感じだったのが、もう本当にですね、素晴らしい進化をして美しいカゴになって戻ってきたんです。国産の山ぶどうっていうのはやっぱりいいもんだなというね、改めて今回再認識させていただきました。せっかくこういった本体編み、素晴らしい編み込みだったらぜひですね、その持ち手もしっかりしたものをということで、職人さんにお願いして、がっちりしたものを両方つけていただいたんですけどね、これ見てください。このツヤ、この照り、でもこのマスアジルは綺麗に出るでしょ。これ最初の頃こんなはっきり見えないですから、綺麗に見えるようになってる。天然素材を大事に大事に使っていることの素晴らしさっていうのをね、でしかもこのお客様はですね、ここ見てください。このカゴで傷みやすいのはこの四隅だよということをいつも言うんですが、この四隅、革でね、こういうふうに補強されてます。これはね、本当ね、打ちもんですよ。これ持って歩かれてると、知った方が見ればね、すごいと思うと思いますよ。そんないいカゴにね、なってます。このお客様、両方ともその持ち手、しっかりね、手直しさせていただいたんで、これからも末永くお使いいただきたいなというふうに思ってます。自分がね、母から譲られて、ずっと愛用しているセカンドバッグですね。チャックがついててね、僕のいつも使ってるノートパソコンがちょうど入るジャストサイズの山ぶどうなんで非常に気に入ってるんですけど、どうですこれ、比べて分かりますかね。これもね、もう随分と色合い変わって渋い感じになっているんですけど、まだまだこんなになってます。ぜひですね、この自分が使っている母から譲られたセカンドバッグぐらいになるぐらいね、使い込んでいただきたいなというふうに思ってます。今回この2つ山ぶどう手下げしっかり修理させていただきました。山ぶどうにしろ竹かごにしろ、こういうふうに手直ししながら長く自然素材のものをめでながらお使いいただけたらなというふうにいつも思っています。ノーバンブーノーライフ。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。